こんにちは、アンナスです。今日は、セリアのキットをやっていくんですけど、プリントクロスモチーフ中級のクラウン&イニシャルっていうキットをやってみようと思います。で、ちょっとイニシャルの方はちょっといろいろあれなのでクラウンの方だけをやってみたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみます。というかもうちょっと一回開けて中見てるんですけど、一応動画なので開けるところをちょっとやってるんですけど、なんでかっていうと、今回の図案がすごいどうしようと思って難しかったんですよね。なんかどうアレンジしたらいいのかなって思って、でちょっとね R はこのリボンが修正するの結構大変だなと思ったんですよね。こういう丸いものっていうのはこのふにゃふにゃがあったとしても綺麗な楕円をとりあえず作っておいて、そこにリボンをふにゃふにゃってかけないと、ただのふにゃふにゃリボンで楕円を描くとパッと見歪んでるみたいに見えてしまうんですよね。だからこれの私の中の正解としては、まず丸い楕円を描いて、そこにリボンをふにゃふにゃで、なんかこのリボンもすごいちょっとここで切っちゃうとちょっと安っぽく見えるので、ちょっと長めのやつ、普通によくある四角いリボンにして、ちょっと下のとこひらってさせるとかってすると、もうちょっと高級感が出るんですけど、ちょっとこれで修正するのすごい大変だからちょっとやめますで、王冠の方はまだこの外側が綺麗に描いてあるんで、これでちょっとやっていこうかなと思ったんですけど、この上下がすごい空いてるんですよね、この図案。だからちょっと今実はコピーしてちょっとパソコンでなんか書いてきたんですけどいいバランスのところにねちょっと入れて、でこんな感じ、この辺かな。でもペンでなぞります。これ逆に布が薄いからペンでなぞった方がいいかなって思って、あんまり見えない。これどっちが綺麗に描けるかわかんないです。実はチャコペンの方がいいのかもしれない。はい。写しました。ちょっとガラスになんかお昼の明るい時、もう皆さんライトボックスとか持ってないと思うんで、ガラスに当てて裏から透かして、もうこれがスケスケの薄い布だから成立する話なんですけど、これで写しました。で、なんかこの図案を見た時にすごい懐かしいなって思ったんですよね。初めての刺繍小物って、私これ2011年に出していただいた本なんですけど、結構モチーフがね、多分当時の流行りなんでしょうねすごい似てるんですよね。なんかでも私も多分そのアンティークとか流行ってたんで、そういうところのアンティークのカードとかから拾ってきてたと思うんですよ。なんかすごい自分の図案かなって思うぐらい王冠よくやってました。あとね、ここにチラって写っていうのをダーラナホースとか、これなんかいつのやつなんでしょうね。すごい時代を感じました。なんか謎にイニシャルが突然出てきたりとかっていうのも、なんか私もそうやって脈絡なくね、ダーラナホースやったりとか、これねなんかイニシャル突然出したりとか、こういうなんか囲みみたいなのとかよくやってたなと思ったんですよね。はい、というわけでちょっと懐かしいなと思いながらのあれでした。この本はもう売ってないんで、もし欲しい方がいらっしゃったらどっか古本屋で探してください。
そして、じゃあこれを早速刺繍していきます。で、刺繍は青一色でやろうかなと思います。結構ね、いろんな色使ってて、いろんな色でやるの結構難しいんですよね。なんかおしゃれにしようと思うと、例えば黒一色、グレー一色とか、あと逆に真っ赤っかとかもいいと思います。で、私はちょっと明るいめの青一色で刺していこうかなと思います。はい、ではこの外枠をやっていこうと思います。で、外枠は、巻きつけなんだっけ、チェーンステッチをやってから、それに最後にいろいろ巻きつけていくっていうステッチがあるんですけど、もうこれ1個ずつアウトラインとかしないで、これで塗りつぶしてしまおうかなと思ってます。だから、1列だけ、見本はこう二重になってるんですけど、でチェーンステッチの6本取りで、結構6本取りでやれば幅が結構大丈夫になってくるんで、これでずっとチェーンステッチをやって、でチェーンステッチだけやるとなんかモコモコ感が出てしまうから、もうちょっとこうすっきりさせるために、なんか上から巻きつけてみようかなと思います。ちょっとやってみて、別にいらなさそうだったら巻きつけないですとりあえずちょっとチェーンステッチをやってみますね。チェーンステッチは針を出して同じ穴に刺して、でこういう状態、3ミリぐらい頭を出して糸をかけて上に引っ張る。でこれを繰り返すんですけど、できるだけ幅は同じサイズで、引く力も同じ力。すごい引っ張ったりすごい緩かったりすると幅が変わってくるので、そこを気をつけて同じ調子でやっていくっていうのがポイントです。はい、角まで来たら続きでやると角が綺麗にカクッと出ないので、それなぜかわかんないんですけど、一旦終わらせます。終わらせる時は輪の外側に刺すと止まります。でさっき最後に作った輪の中から針を出して、でまた改めてスタート。でまたちょっとねじねじがはい、こんな感じで角まで来たらまた外側に刺す。でまた一番最後に作った輪の中から針を出して中に入れて、ここは一粒でいけそうですね。でまた刺す。ちょっとここがあんまりカーブがカクッとならなかったですね。ちょっと角度が緩かったんで、でも90度は割と綺麗に出てますね。っていう感じで角のところはちょっと一回刺し直すっていう風にしながらやっていきます。はい、ではできました。6本取りでチェーンステッチやったんですけど、なんかこれでいいかなっていう感じなので、そうですね、贅沢を言うならもうちょっとこの下絵のこの図案がこのカクカクがもうちょっとなんていうのかな、大きめのカクカクで強調されていると変化がつけやすかったんですけど、なんか割と細かい図案だったので、これが限界かなっていう感じです。で、王冠も同じ色で、
3本取りでチェーンステッチでやろうかなと思います。ちょっとアウトラインだとヒョロヒョロするかなと思うんで、真ん中だからちょっと存在感出して、なんかここの上下のこのカリグラフィーのくるくるみたいなのはちょっとアウトラインの方が綺麗にできそうな気がするんで、アウトラインでする予定です。で、王冠はまずこの四角いところはなんか20線入ってるんですけど、ちょっと細かすぎるので飛ばします。飛ばすっていうか、もうこれ潰してチェーンステッチで四角く囲って、でなんか端っこがなんかこうなんか三角みたいになってるんですけど、これも全部無視して、フレンチノットを12345個入れて、でその上の丸いところも全部チェーンステッチでやろうと思います。はい、ちょっとね端っこがここがもう見えなくなったんで、ここはフレンチノットしないことにします。なので真ん中3つだけやります。糸を出して2回巻きで同じ穴に刺して引き絞って、で針を抜きます。でこれ3つやって、でその後またチェーンステッチ上続きやっていきます。はい、ではこの上のなんだろう、十字架みたいな、十字架でもないんですけど、ここは3本取りでついでにサテンステッチをします。縦に3本入れて、どうしようかな、横に十字架になっちゃいますね。まあいっか、十字架でいいや。横に2本にします。ちょっと同じ太さじゃない方が可愛いですね。すごい懐かしい気分になるあの当時2000年2010年ぐらい、2011年に出してるから、そうでも2000年代ですね。2000年代こういうのよくやってましたね。確か本でもチェーンステッチでやってたんじゃないかな。アウトラインかな、まあ、どっちかでやってますね。久しぶりに自分の図案でやっているようなで上のところはどうしようかな、アウトラインで3本取りのアウトラインにします。アウトラインステッチは1目作って、でちょっと先に出して最初に作ったステッチを半分ぐらい重ねて刺すんですけど、糸を割らないで糸の下に入れる。でまたちょっと先に出して重ねるんですけど、重ねる方向は同じ向きで、カーブがこういうカーブなんで上から下に押さえて、なんかこれ波みたいになってるんですけど、もうこの癖がついてるんで同じ方向に重ねてください。波が変わったからって下に重ねたりするとここだけ浮いてくるので、もう全部向きを揃えてやっていきます。ここはストレートでいいかな、一気に。はい、こんな感じでできました。あとここの細かいところですね、もともと入ってるなんかくるくるしたやつなんですけど、なんかね葉っぱ葉っぱみたいななんか絵が描いてあるんですけど、多分ねこれこの3本取りのアウトラインだと
この表現無理なんで、まずこのくるくるをやって、でここをアウトラインでこうくるって刺したら多分ねもうこの終わりだと思うんで、こういってぴょんぴょん、こういってぴょんぴょんってやっていこうかなと思います。結構図案が細かいのでステッチをもうほんと2ミリとか 1.5 とかにしないともう全然もうカクカクになりますね。はい、出来上がりです。こんな感じになりました。でもうアイロンもかけたんですけど、いつものようにチャームにしようと思うので、ちょっとねもったいないけどもうこっちは使わないので切って、でこれはまあこれぐらいあれば足りますね。これぐらいちょっとざっくり切っておこう。でこれで周りをぐるっと縫って、これで縫っていって、で綿を詰めて、でチャームにします。上は返し口をちょっと開けておいて、この刺繍のあんまりギリギリだと絵がこう丸くなってしまうので、1センチぐらい外側かな。ちょっと分かんない方はチャコペンとかでちょっと線を描いて、でその周りを縫っていくといいと思います。でなんか待ち針した方がいいですね。待ち針持ってきてなかったんで縫い針でちょっと止めておいて、で周りを一周縫っていきます。もう並縫い、細かい並縫いですね。はい、では握りで 0.8 センチ、1センチ弱ぐらいのところでカットしていきます。でちょっと切り込みを入れておくといいですね。これでひっくり返してで針でちょっとこうきれいに出してあげると、でここから綿を入れます。綿はねちょっとずつ入れるといいですね。ちょっとあんまりこう丸くこう楕円になんていうんですかね、縦に大きくするとあれだから、ちょっとこうぺったんこな感じ
の綿の入れ方にして、でこれをここに縫い付けます。まずはこの字型に、口を閉じていって、閉じ終わったら、チャームに仕立てます。でこの字型山折りにしておいて、山折りをちょっとすくって、で向かい側の山折りをちょっとすくってって感じでずっとやっていきます。でここにもう何回も何回もこうぐるぐるとこんな感じでやっていきます。はい、こんな感じで出来上がりです。金にしてよかったですね。まあ金しかないんですけど、この金具が金でよかった。ちょっとこう押さえて絵が見えるようにね、こんな感じです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。